やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ハイシニアの5ドライバー、ハイブリッド型イヤホン、ハイシニアメガ 5P だ。このブランドは、以前紹介したことがあるな。基本的にはカスタム IEM を主軸にしているブランドだけど、前回紹介したモデルも含め、ユニバーサル型も販売してる。カスタム IEM というのは、その人の耳の形に合わせた特別なイヤホン。基本的にお値段も高くて、耳型を取る必要がある。他の人には使用できないなど、ハードルは高いものの、もし完璧にはまった時には抜け出せなくなる代物だ。このチャンネルでは気軽に変えて遊べるユニバーサル型しか扱ってないけどな。で、今回出てきたメガ 5P は、そんなカスタムブランドのユニバーサル型、2種類の BA をそれぞれ2発ずつ、高音、中音域用に採用し、それから、1台のダイナミックドライバーを組み合わせた、3種類をドライバーのイヤホンだ。ドライバーサイズも 10mm と、馴染みのあるサイズで、全体的に、低価格から高価格モデルまで、幅広く見られる構成だな。メガ5の外観は、紫外線に強い黒のスモークの樹脂で作られていて、そこに白いアクセントが、流体のように刻まれている、シンプルかつ実用的な組み合わせ。でも、カスタムと同様、レジン成形になっていて、ここの手間が、低価格機との差になってるぞ。ユニバーサル型だけど、しっかりと耳に当たる部分は変形していて、装着感で悩まされることはない。ただ、ノズルが短い。僕の場合、通常のイヤーピースではフィットしなかった。より大きめのイヤーピースを使用するか、ダブルフランジなど、長さを拡張できるイヤーピースが必要になるだろう。僕の場合は、付属のダブルフランジで解決した。付属イヤピは、品質が良く、かつ豊富に付属するので、追加出費は心配しなくていいだろう。どれかがフィットするはずだ。このクラスのイヤホンでは当然の要素として、リケーブルが可能。2ピン端子、非埋め込み式で、幅広いケーブルに対応できるが、ピン以外に負荷を支えるものがないので、アクティブな使用の時にはちょっと不安だな。付属品類は、缶ケース、付属ケーブル、そしてイヤーピース、あとクリーニングクロスだ。高価格モデルとしてはシンプルな梱包なのは、ハイシニアが少数生産系のブランドだからだろうか。外装じゃなく、本体で勝負ってことだ。と、思ってたけど、付属ケースは製品版の方では、豪華なペリカンケースがついてくるみたいだ。今回はサンプル品なので、付属品が違うみたい。画像は公式ページの方から確認してほしいけど、しっかりとイヤホンを保護できる、ブラックのハードケースだ。これなら十二分にパッケージ代わりになるな。また、ケーブルも、洗剤こそ変わらないものの、プラグ部分は変更になってるみたい。遮音性に関しては、比較的良好。イヤーピースが合っていれば、通常のプラスチック成形のイヤホンに比べて一体型のシェルは外部の音を止めてくれる。ただし、完全に中身が充填された、重いレジンイヤホンに比べると多少劣るくらいか。イヤホンの側面にはベントがあって、ここから微量の音漏れがある。ただ、普通の空間なら、音漏れはまず気にしなくていいレベルだ。付属ケーブルにも触れようか。付属のケーブルは単結晶銅の8芯。プラグなどの金属は軽量で、多少ケーブル本体の硬さはあるものの、軽量で扱いやすいケーブルだ。実際に組み合わせて使う感じ、不満の出ない良いケーブルじゃないかな？内部の話をしていこうか。最初に話した通り、メガ 5P は、5ドライバーのハイブリッド型イヤホンだ。BA ドライバーのメーカー記載はなし。ダイナミックドライバーは 10mm のものを採用している。デュアルドライバートリプルドライバーよりも1音1音のインパクトは少ないが、よりバランスが取れ、高音が攻撃的な曲でも聴きやすく、またボーカルも厚みを増す傾向がある。簡単に一言で言っちゃうと、バランスが取れててメリハリと全体の音の調和のいいところ、つまり、何もかも欲しがりな人向けの、ちょうどいいバランスの構成、というわけだ。それぞれのドライバーの詳細は公開されてないけど、ハイシニア公式からも、自社製品の中で最もバランスが取れた1台、という表現があるな。この手のイヤホンでバランス、とか言われると、確率が低い順に本当にバランスが良いか、何も生味がないか、あるいはバランスの場の字もないパターンなんだけど、しっかり価格のかかってるモデルでは、きちんとバランスが取れているモデルが多い。メガ 5P の場合、ちゃんとバランス。そして、ゴリゴリの高すぎる個性はなく、それでいて、ハイブリッドらしい聞き上ある、本当の意味で良いバランスの1台だ。BA ドライバーはそれぞれ2台搭載することで、シャープすぎる印象はなし、高音域は適度に清涼感があって、中音域、ボーカルにもきちんと程よく厚みがある。低音域に関しては、装着感に影響されるところがあるけど、きちんと分離感とそれぞれの音の調和が程よく取れていて、聞き所ではしっかり盛り上がってくれる、万能なハイブリッド。という、メーカーの説明通りの仕上がりだな。
基本に忠実、ということはライバルも多いわけだけど、メガ 5P はものすごく正攻法なイヤホンだと思う。一音一音の調整がちゃんとしていて、変な音が出ない、というのが丁寧さの証明だ。空間表現は程よく各楽器を聞き分けられるものの、やたら広い響き方や、残響の特徴などもなく、本当に安心して聞いてられる音だな。低音域は弱く感じるかもしれないけど、付属イヤーピースの選択によっては、しっかりと十分な低音域を得ることもできる。これはもしかしたら、ノズルが短いイヤホンと僕の耳の相性の問題なのかもしれないけど。音色を分解してみても、とにかくオーソドックスなハイブリッド型の、正攻法のイヤホン、という印象が強い。BA ドライバの音色は、全体に若干暖色だけど、下調域の超高音に関しては、鋭い音もちゃんと出せる。一方で、ボーカルの上あたりはある程度暖色感もあって、メリハリはつきすぎないけど、きちんと聴ける音は限界まで出してくれてる印象だ。中音域に関しては、ボーカルにある程度厚みはあるものの、分厚くて重すぎる音にはなりすぎず、やっぱり程よい、という印象。軽いボーカルから重いボーカルまで、どれもしっかり表現できる。低音域に関しては、暖色傾向で程よく量感がある。どこが伸びる、というわけではなくて、やっぱり総合的に見て、どの音、どのジャンルでもきちんと対応できる、というところが魅力のイヤホンだと思う。弱点は、どうしても同じアプローチのイヤホンが多いことだろうか。となると、あとは見た目などで選択していけばいいと思う。この見た目に惚れたのなら、選択肢に入れて良いんじゃないかな。こんなところだな。堅実ゆえ飛び抜けたインパクトこそないものの、こういうイヤホンを求めてる人も多いかもしれない。暖色でも寒色でもない、ちょうどいいバランスのイヤホンは、きっと他のイヤホンを聞く上でのしるべにもなるからな。というわけで今回はここまで。